どうもこんにちは。複雑な科学の世界、その面白さを一緒に探求していきましょう。今回はですね、新しい薬が生まれるまでの時間をもう劇的に短くするかもしれない AI 創薬。その心臓部ともいえるオートドックビナというツール。この仕組みにぐっと迫っていきます。さて、いきなりですけど、もし新しい薬を一つゼロから作るとしたら、どれくらいの時間がかかると思いますか？実はこれ、一つの薬が私たちの手元に届くまでに、平均してかかる時間なんですね。10年以上。いや、本当に長い道のりですよね。しかも問題は時間だけじゃないんです。その10年以上の道のりには、これだけの、数千億円っていうもう天文学的なコストがかかっているわけです。だからこそ、この問いがものすごく重要になってくるんですね。どうすればもっと良い薬をもっと早く作れるんだろうって。これ、現代医学が抱える本当に大きな課題なんです。で、今日僕たちはその答えの鍵を握るデジタル技術の世界を一緒に探っていきます。はい、じゃあ今日の流れはこんな感じです。まず創薬っていうのがどれだけ大変な問題なのか、そのスケールの大きさから見ていきます。次にその問題を解決するデジタルの鍵と鍵穴っていう面白い考え方と、それを実現するツールを紹介します。そのシミュレーションの内部を除いて結果の読み解き方も学んでいきましょう。そして AI がもたらす未来、最終的にはこれが僕たちの医療をどう変えていくのか、そこまで見ていきたいと思います。まずは最初のセクション、数千億円規模の問題ですね。これまでの薬作りって、例えるならもう本当に広大な星草の山の中からたった一本の針、つまり効く薬を探し出すみたいな途方もない作業だったんです。でも考えてみてください。もし実際に研究室で一つ一つ試す前にコンピューターの上で何百万通りもの鍵と鍵穴の組み合わせを一瞬でテストできたらどうでしょそう、このパワフルな考え方こそがバーチャルスクリーニングって呼ばれるものなんです。これこそが AI を使った今の創薬のまさに心臓部といえる技術なんですね。このアプローチのすごいところって、このスライドが示すようにすごく複雑な生物の仕組みを鍵が鍵穴にカチッとはまるかっていう、僕たちにも直感的にわかるモデルに置き換えているところなんです。つまり病気の原因になるタンパク質が鍵穴で、薬の候補になるたくさんの化合物が鍵っていうわけですね。そしてこのデジタルの鍵と鍵穴のシミュレーションをやってくれるのが今回の主役、オートドック V ナです。これは分子ドッキング、つまり分子のレベルで鍵と鍵穴がどうはまるかを計算するプログラムで、世界で最も広く使われているオープンソースの一つなんです。じゃあなんでこのビナがそんなに画期的なのか。それはめちゃくちゃ計算が早いこと、予測の精度が高いこと、そして何よりオープンソース、つまり誰でも無料で使えるっていうこの3つの組み合わせなんですね。これがこれまで一部の大企業だけのものだった創薬を世界中の研究者が使えるようにした、いわば創薬の民主化を起こしたわけです。ではこの魔法みたいなシミュレーション、その中では一体何が起きているんでしょうか。ビナがどうやって何百万もの鍵を試しているのか、その仕組みをちょっと覗いてみましょう。プロセスは大きく分けて4つのステップです。まず1番目、鍵穴、つまり病気の原因タンパク質の 3D の設計図を用意します。次に2番目、鍵ですね。試したい薬の候補をデジタルデータに変換します。そして3番目、いよいよシミュレーション実行です。ビナがコンピューターの中で鍵を鍵穴にあてがって一番しっくりくるはまり方を何度も何度も探します。で、最後に4番目、そのはまり具合を点数にしてスコアを出すと、こういう流れです。こうして何千何百万ものシミュレーションを走らせた後、ビナーは僕たちにたった一つの数字を教えてくれます。でもこの一つの数字が次の一手を決める上でめちゃくちゃ重要なんです。それがこの結合親和性スコアっていうものです。物理の世界では物が安定した状態ほどエネルギーが低いと考えるんですね。つまりこの数字がマイナスで、しかもその数字が大きければ大きいほど鍵と鍵穴がもうがっちりと安定して結びついてるよってことを意味しているんです。なのでルールはすごくシンプルです。このスコアがより低い、つまりマイナスの数字が多ければ大きいほど鍵が鍵穴により強くぴったりとくっついているということになります。つまりですね、このスコアは山ほどある候補の中から
よし、次はこれを実験室で試してみようっていう優先順位をつけるためのものすごく重要な道しるべになるんです。これがあるから科学者たちは時間やお金といったリソースを最も有望な候補だけに選択と集中できるわけですね。ただ、ブイナがどれだけパワフルでも完璧な水晶玉っていうわけではありません。もちろん限界もあります。ここからはその限界を認識した上で AI がその先をどう切り開いていくのか、未来の話をしましょう。ビナの大きな限界の一つ、それはタンパク質っていう鍵穴をカチッと固まったものとして扱ってしまう点なんです。でも実際の僕たちの体の中ではタンパク質ってまるで呼吸するように絶えず動いて形を変えているんですね。この揺らぎが薬の効き目に大きく影響することもあるんです。そこで、これが創薬の未来の姿です。ブイナのような物理法則に基づいた正確な計算と膨大な実験データからパターンを学ぶ AI の可視さ。この2つを組み合わせることで、タンパク質の動きまで予測できるような超高精度な予測エンジンが生まれてくるんです。さて、ここまで話してきましたが、じゃあこれって結局どういうことなんでしょうか。なぜこの技術が科学者だけじゃなくて僕たち一人一人にとっても重要なのか、その核心に迫っていきましょう。膨大な候補の中から有望なものだけをふるいにかける。この驚異的な選択と集中によって、ブイナや AI のようなツールは薬作りのコストとスピードを根本から変えていきます。そしてそれは最終的により早く、より安く、革新的な薬をそれを待っている患者さんのもとへ届けることにつながるんです。この技術は最後に僕たちに一つの力強い問いを投げかけます。これまで治せなかった病気の中で次に克服されるのは一体何なんでしょうか。薬をデザインするツールが世界中の研究者の手に渡るということは、病と闘うための希望そのものが世界中に広がっていくということなんですね。